した。乃木坂今週司会のバナナマンです。はい、よろしくお願いします。そして乃木坂ちゃんでーす。はい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 。おあらららら。あだだわおあはははおせーの、乃木坂バケーションご覧あれ。はい、乃木坂バケーションご覧あれということで、日村さん本日やる企画お願いします。乃木坂いい旅選手権。よいしょ毎年全国ツアー後の休暇で旅行に行くメンバーも多い乃木坂46。そこでメンバーが行った旅行の様子を写真や動画で紹介し、どの人の旅が一番行ってみたいか、みんなが羨むＮｏ.1旅を決定します。最初のいい旅は4期生3人の熱海旅行。3人で行きました。仲いい3人なの？そうですね、ずっとどっか旅行行きたいねって言ってて、せっかくだから行こうって言って行きました。じゃあなんかその写真とかもあるわけですか？あります。ちょっといろいろ撮ってきた。おい、動画じゃん。人すごい丸出しじゃん。丸出しで熱海駅前にあるアーケードみたいなところで食べ歩き。熱海かどうかが全然わかんないんだけど。アワビにホタテ？そうなんです。やば。めっちゃ美味しかったです。で楽しんだ後に歩いてたらなんか指輪工房みたいなところ見つけて、なんか作れるような。指輪作れるところで。うわ、何素敵じゃん。何これ。3人お揃いの指輪作りました。これすげえ。何？あれが指輪か。そうです。本当は選べるんですけど、せっかくだから3人でマジでおそろに今文字っつってる。そこはまずもう間違えるよ。そんな文字で。でもいいね。いいよ。ああいうブラブラしながら食べ歩きして。で最高じゃん。でちょっと宿のチェックインまで1時間ぐらいだけ時間できちゃって、どうするってなった結果、カラオケに行きました。熱海で。すげえな。えらい、ちゃんと動画がアップっていう。でも歌ったのこの曲1曲だけ。あとトークしてる。すげえいいじゃん今の。やっぱ写真動画をね、我々が口を酸っぱくして言ってきた結果が今回ね。今のいい。プライベートカラオケってなかなかいい。で宿にちょっと奮発しちゃおうかって言って宿に行って、バーベキューしたり、みんなでお風呂。超良くない？ここめっちゃいいです。この一角だけ見ても相当いい。そう、もう奮発して一戸建てみたいな。ビラタイプなんだ。そうですそうです。じゃあ内風呂があって、内風呂もあって、外にもちょっとお風呂があって、3人で入ったりするわけお風呂と。入りまわしすげえいいじゃん。夜は何？トランプとかするわけ？夜何やんの？映画とか見たりとか、あとはもう普通にめちゃめちゃ語ったりとか喋ってました。いやいいね。なんか青春だな。でもベッドもいっぱいあって、確かに本当部屋がなんかいっぱい寝れるところがあったんですけど。そんな広いの？だからもっと人数多め設定の泊まるところ3人で行ったんだ。で一番リビングから近いところにダブルベッドがあって、そこに3人で見に行ったんですよ。わあすごいねって。そしたらまゆたんが今夜はここで3人で寝るよって言って。いっぱいあるのに。でも部屋が本当一人一人こう分かれちゃうんですよ。それも寂しいし怖いもんね、なんか夜ね。そうなんです。ああ、でも楽しそう。超いい超いい。なので私が目覚めた時にはもう弓木奈緒がいなくて。帰っちゃった。そうなんです。なんか朝起きたら弓木奈緒早朝一人で東京に帰っちゃって。はい。なんで？深い理由がありまして。予定があったの？はい、実は私依田さんとある予定を立ててたんですよ。でも雨とかの問題で結構決まるのギリギリで、熱海もすごいギリギリに決まったのでダブルブッキングしちゃってて。旅行を？はい。3人の旅行の朝はもう依田と会わなきゃいけない。そうなんです。何それ？というわけで続いては依田と弓木栃木旅。続きの話ってことですか？そうです。もう帰ってきたそのまんま来たよね。はい。もう熱海から直でその駅に来て、私
とゆみきと私の友達2人で行ったんですけど、 4人。はい、はいライブの時の MC で一緒にいてくれる人みたいな話をしたら、ゆみきしかあげてくれなくて、それライブ中の MC。ライブ中の MC です。ライブ中の MC にその旅行を誘ったの。はい、私はこの夏ですね、ある計画を立てていまして、とにかくすっごい高いところかすっごい低いところに行きたいなと思ってて高いところだったらまあスカイダイビングとかバンジーとか、今ここに並んでる誰かを誘ってこれで本当に行ったの？思ってます。スカイダイビングとかできる人一人じゃないか一人じゃねえかこれにいて1人しかあげてくれなかったの。すごい。これで本当に行ったの？行ってきました。スカイダイビングに行こうって思ったのも、私パッてテレビ見てたら設楽さんが飛んでて、ああハワイで。それ見て絶対今年行こうと思ったんですよ。ありがとう。プライベートでスカイダイビングってなかなかだよね。いやいやでも仕事みたいでした。なんか仕事みたいにカメラがすごいプロの方みたいな、インタビューとかされて、向こう側の。お願いします。もう番組だね。すごいがっつり。今心境いかがですか？プライベートだよね。プライベートもったいねえな、言ってくれりゃ番組でやってる。いやずっと行きたかったんです。もう全然怖がってないじゃん。うわすげえ。あのライブで言ったやつを。そうです。叶えま全然した。余裕じゃん。めっちゃ楽しかったです。いいねやっぱ。なんかハートの湖とかも見つけられて、あらハートの中。あだからこうやってたんだ。はい。あもうできるんだ。この後が問題なんですよ。問題？なんか引っ張ったら面白いみたいなことを言われて、インストラクターさんに。引っ張ったら。ああこれやばい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 。こういうカップみたいに回り始めて、だんだん気持ち悪くなっちゃって、わかる。酔っちゃって、いやこれ最悪よ。やりすぎると酔うんで。顔色が一気になんか目が回って急にね。うわ気持ち悪くなっちゃった。気持ち悪くなっちゃった。一気にもうテンション下がって。で足を上げなきゃいけないんですけど上げれなくて、気持ち悪い。顔からもういいじゃんいいじゃんいいじゃん。あでも素晴らしい。そうそうあれやりすぎると気持ち悪くなるんだよびっくりしまな。した。もうなんか弓木からその降りた瞬間会った時にすごい心配されて、いやもうやばかったんです。顔が真っ青でもうやる前はよし絶対楽しいよねとか言ってたのに終わったと。大丈夫ですか？いやいや心配になるよね。なりました。何回かやって1回大丈夫だとか2回やって大丈夫だとか思ってても急に怖くなったりするんだよ。俺はまさにそれだから。で外国人の方のインストラクターさんだからちょっとやっぱ盛り上げようがあるけどさ「とか言うわけ。で飛行機の窓とか開けて俺の顔とか出してくるわけ。行っちゃえよみたいな。もうそれが嫌。続いては3期生梅沢佐藤楓の熱海旅行。この2人はだって前も旅行一緒に行ってたよね。毎年行ってますね。毎年冬と夏に私がいつも宿決めるんですけど、はいはい。宿決めるポイントがあるよねそれ。はい。まずはまあでもよくある喫煙所がすごい近くにある。俺はそれ大事だね。まあまあ確かにそうそう。私たちの場合は一つ目客室露天風呂付き。まあね。これはもうまあこういう仕事やってるしね。はいまあでもここにこれ泊まった部屋ですか？泊まった部屋超いい。めちゃくちゃいい。でもさこのお風呂がついてるかついてないかでいいやつになると一気に高くなるんだよそうな。なんですよ。これやばくない？これこの角度でやばいよ。もう目の前海。海です。じゃあお風呂入りながらあのビューを楽しめるわけ。そうなんです。これで梅が撮った写真なの？私が撮りました。ホテルのやつみたいな。あれかとホテルのやつかと思った。そのホテル入ろうねって言ってて、こうバッて夜カーテン開けたら温泉。いやホテルって。そう温泉？今ホテル入ろうねって。温泉入ろうねって言って。珍しいよ正されんの。間違えちゃいました。温泉入ろうねって言ってそのカーテン開けたら夜もうカメムシだらけで。今流行ってるというか。よかった俺誰かが入ってたのかと思った。
いやカメムシすごいんだよね。熱海今ね。はいそっかそっか、カメムシね、大発生。怖でもこれはもう入れないねってなって一回も入らずに虫嫌いだもん。これ入ってないの？もうありえない量のカメムシが窓に張り付いてたんですよ。まあ中にあるシャワーを別に虫ぐらいいいじゃんって思っち思っちゃうけどゃうけどね。ありえないダメなんだよね、虫嫌いはまあね。ね。でその2つ目があれだね。食事です。まあね。これはもう絶い対ねで今回の旅館の食事が鉄板焼きだったんですよ。朝も夜も鉄板焼きで。でかアワビ。めっちゃでかくて美味しかったあ、舞茸も今いい時期だよね。舞茸じゃん。これなかなかだね。これ朝ごはこんな卵焼きないね。うわー、うまそう。ここお高いね。これすごすぎるね。んもここいいね。うここめちゃめちゃご飯がもう美味ねしかった。多分今まで2人で旅行してきた中でご飯的にはナンバーワン。まあね、ご飯に力入れてるとこ最近ね、特に多いけど。それでまあなんかせっかく旅行行くならまあなんかこんな機会もあんまないなと思ってバナナマンさんにお土産出た、そのパターンあんの？ごめんな、もう熱海、こっちの熱海の方が多いそりゃそうだよ。けど。そりゃそうだろう。お姉さんたちはやっぱ違うわ。いいですか？じゃあオープン。おザン。何これ？T シャツだ。可愛いんですよ。 T シャツですこっちちゃんと XL。 XL とあ、ありがとうありがとうありがとう。温泉ボーイ T シャツ可愛い。ちゃんといいじゃん。可愛いんだけど。はい。却下します。待って私たちのお風呂にもめちゃくちゃカメムシ出て、実は3人でお風呂入らずに洗面所で3人で頭洗いました。いや、お土産があんのかと思った。そうだ。何を今話それを言う。それだったらそっか、じゃあ一緒だってなんでだよ。こっちお土産もらってんだから。続いては佐藤楓と松尾のお手軽日帰り軽井沢旅。おい、ちょっと待って、軽井沢も行ってんの？ダブルブッキング？全然別の日です。別の日に？はい。松尾が結構なんか一人でよく軽井沢行ったりしてすごく詳しいらしくて。軽井沢いいよね。それで今回は松尾にいろいろ案内してもらいました。夏の軽井沢もいいよね。絶対。あ、いいね。松尾って一人でさ、前もうなんか空港行くとかいろいろ行って何か楽しむのに特化してんだね。そうです。だからこの日も日帰りで滞在時間は4、5時間ぐらいだったんです中軽井沢だ。これそうですあっちの通りの新しくできたらへん？そうです。ハルニレテラスの中あ、に。俺知ってる知ってるここ。はい。こっちの奥行くとあれでしょ、小川がずっと流れててね。そうですそうそうそうここいいんだよ。俺ここで楓さん川入ってました。あんまり入っちゃダメだろあれね。あ、いいのかこれ。あ、これぐらいなら大丈夫。あ、なんだ俺ガチで飛び込んでんのかと思っはいはいはい。た。いや冷たいよ。押したくなっちゃうなあれ。いやこれは絶対松尾ちょっと押した方がいいんだって。本当だよ。軽くでいいから。迷いました。あ、いいな軽井沢な。軽井沢大好き。なんかキャンドルが売ってるお店があって、で私はそこで結構愛犬に似たすごく可愛い白いトイプードルのキャンドル、大きいのを買って犬の形してる。そうなんです。めちゃくちゃ可愛くってそれを一目惚れして購入して、で松尾はそのなんかキャンドルすくいみたいなのがあって、これなんです。何これ？めちゃくちゃ可愛くて、ポイでやるの？そうなんです。金魚すくい並んでる。あ、何してんの？めちゃくちゃ下手じゃん今。よそ見したらちゃんとすくったすぐ入れないと。なんですく入れないんだ。こうやって取れたとかやってるからお二人とももう大満足でキャンドルを買って、でその後ご飯を食べたんですよ。でもうそうご飯食べ終わってバス停でそのバスで旧カルの方に行こうとしてバス停に行く途中で松尾がキャンドルを持ってないことに気づいたんです私は。あ、もう松尾らしくないな。はい、そう私もびっくりしました。楓さんにあれキャンドルはって言われて。やばい。珍しく私が気づいて、で戻って会ったんですよ。あるよな。で会ってでバス停行って、結構バスまでに30分あったんですよ。時間座って話してたんですよ。でバスが来て乗って旧カル着いた頃にあれ私のキャンドルは。
そんなことある？直後に自分のキャンドルがなくなるなんてある？そのバス停に置いてきちゃったんです。もうめっちゃショックでした。でもそれもなんか袋がですね、こう取っ手付きの袋じゃなかったんですよ。紙袋でこう、それか。ご飯の時もまだあって、カバンに入れとかないと。このバス停行く途中の川で撮った写真の時もまだ持ってたんですよ。写真に収まってるっていうのがまたね。ですよ。そんなじゃあ誰かがそれ拾ったかもな。でも結構不審物にも見えるから。まあ。でなんかお土産はないんですか？そんなどんどん要求することになるこれから。いやいや。あんま時その間がなんかキャンドルとかなんか出てくるのかなと思って。あ、そうだね。自分のキャンドルも置いてきちゃったんで。ないんですね。すいません、ないはい、です。わかりました。ありがとうございます。そうですね。ここからお土産のあれがあるかないか基準になる。続いては一ノ瀬小川の5期生静岡2人旅。はい、静岡と熱海に熱海人気だね。同じ日に1泊2日で行ってました。弓木さんたちと。ああ、そういうことね。また弓木が俺言ってんのかと思って。弓木何個あるんだよ。静岡は何が目的というか何が一番のあれなの？一番は爽やかを目的に行きました。ああ、なるほど。ハンバーグね。はい。ああ、爽やか。あ、いいね。その目標いいよね。ちょうど私が福岡に帰省してたので、現地集合しようって話になったんですけど。なるほど。いいね。その現地集合が15時だったんですよ。なのでそれまで私は朝から行って一人でブラブラして、プラモデルの形をしたポスト。ポスト？こんなプラモデルみたいな。これ静岡なの？そうなんです。見つけてこれを求めに行ったり。なんで？わあ、何これ？そうなんです。バンダイの工場とかなのかな？なんでですかね。あ、そうなんだ。あ、そうなんですかやっぱ。あとは小川っていうおでん屋さんがあって。あ、静岡おでんか。静岡おでん食べました。黒はんぺん。これだ。まさにだね。すげえな。ちゃんと一人で行ってこういうの満喫するんだ。しかもすごい空いてたので、店員さんも優しくてすごいベラベラ喋って。ベラベラ喋っててよくない。言い方がベラベラって否定の時。ベラベラよく喋ってさ。それでどうしたの？合流したんだ。なのでなんかお腹を空かせるために歩こうってなって、なんかテラスみたいな富士山が見えるテラスみたいなところに。こんな綺麗なとこあんの？晴れてた奥が富士山なんですけど。すごくない？こんな天気がまためちゃくちゃ良くて。そうなんです。最高じゃんここ。だからここになんか蛇口からみかんジュースが出るみたいなのがあって飲んだり。いいね。夢だねこれ。そうなんですよ。200円。いくよ。ちゃんと動画撮ってくれたよ。これすごい最高。あ、これはうまいっしょ。うまっ。みかんだ。みかんジュース。美味しそう。美味しかったいいね。です。で、その後に爽やかに行って、念願の。これね。そうだね。お店で食べるってなかなかね。わあ。可愛いね。美味しそう。美味しい。うわ。いいね。うまかった。美味しかったね。で、この日は静岡に泊まるわけです。はい。次の日、熱海行って食べ歩きして、なんか帰るまでの新幹線までにすっごい時間があったので、バナナマンさんにお土産を。待ってよ、みんな。待って、お菓子。言ってないから。言ってないから。そういうの違うから。ありがとう。何か作りたいなと思って探したんですけど。旅行中にだから俺らのこと考えてくれるだけでも嬉しいのに何か作ったわけ？そうなんです。ガラスアート工房みたいなところに行きました。
あれって書いてる。熱海で作りまして、何を作ってんだこれ。なんだっけ、表札みたいな。表札。名前が入れられるから。ああ、表札。ガラスで。嬉しいね、こういう旅行中にさ。3、4時間ぐらいかかりました。3、4時間も。本当に。じゃあいいですか。はい、どうぞ。はい、オープンさん。あ、全然いいじゃん。いいんだよね。超可愛い。ほら。すごい。超可愛いじゃんこれ。うわ、可愛い。設楽さん。あ、これをこっちが一ノ瀬が担当したのね。これ俺と日村さん。ああ、なんかそういうことか。いや、これ心がこもってるから嬉しい。嬉しいねこういうのって。優勝候補ですよ。いやいやいや。バリバリそうでしょ。続いてはヤクボが人生初の一人旅。私の好きなアイドルさんがレイディーさんっていう2人組のアイドルグループなんですけれども、はそのライブを見に名古屋まで行ってきました。自分たちのライブが終わったのに、はい違う推しの。見に行きたくて、これ一人でってこと。人間は1人だったんですけどちょっと命は2つで。怖いな。何怖いな。出た。よろしくお願いしますって言ってます。こういうの前ちょっと前にもなんかこういうの見たな。ごめんね、なんか命ないだろう。これ命あるんです。あるんだな。旅行の話純粋に聞きたいんだよ俺。なんでその子出してきたの今。でも違うんです。一人旅で初めてだったのでちょっと心細いなと思ったので、お友達を連れて行って一緒に楽しもうと思って。名前つけてるの。カワウソのカワって言います。かわちゃん。いのちゃんだともっとちゃんと名前つけてやる。人間のにんちゃんっていうことでいやいや、そうだね。一緒に本当に過ごしたっていう動画もあるので見てほしいです。あ、いいよ。じゃあ。でもなんかちゃんと編集してんの。すげえじゃんこれ。かわいい。かわちゃん中心の。いや、もう全然出てこねえんだな。一人で行ってるから。ああ、ちゃんとちゃんとモーニング名古屋だから行ったんだ。あ、そうなんです。ちょっとアントースト一番の目的はやっぱりライブを見に行くことだったので、他に予定を特に決めずに行って本当に何をしたらいいか分からなくて、することがなくてホテルでゲームして、まあでも一人だと確かに行きづらいかもね。まあそうだ、女の子一人だとね。2人です。2人一人だろう。何？に命。だってチケット2枚買ったのかよ。だからそうじゃないの。かわちゃん。あの子かわちゃんなのよ。チケット1枚しか買ってないだろう。どういう話よ。だって2枚買うだろう。いや、いいでしょ別に。めんどくせえおじさんだな。もうかわちゃん一回ちょっと引っ込めてくんねえかな、かわちゃん。ありがとう。ごめんかわちゃんな。ありがとう。割と移動に適したサイズでよかった。そうなんです。結構いろんな命持ってるんですけど。ありがとう、ありがとう、ありがとう。続いては伊予木のちょっと贅沢な一人旅。ここはまあ地元でして、でそこでずっとやりたいって思ってたことがあって、Vlog みたいになっちゃってるんですけど、見てください。何？皆さんこんばんは、伊予木真央です。どこだ？さて、私は今どこにいるでしょうか？電車じゃない？電車？正解は見えないかな？東京に寝台列車を使って帰ろうと思って。寝台列車に乗るのが夢です。朝起きたら朝日も見れるかなと思うので、どっからどこまで？炒めます。サンライズ出雲なのこれ。おはようございます。目覚めました。ちょっと日の出よりはだいぶね、いいね。遅い時間に起きちゃいました。線が走ってます。すげえ線が走ってる。わあ、乗ってみたい。まだ着かなそうなので、2人楽しみたいと思います。いいね。めちゃくちゃいい。あ、いいね。これやってみたかったんだ。すごい、もう寝台列車に乗るのが夢で。これってパジャマ？置いてあって。着てます。そうだよね。置いてあるやつなんだ。あれ個室になってるってことだよね。そうです。ああ、いいね。ちっちゃいやつ。
前回の工事中の収録の日の朝に着いてます。じゃあこれで帰ってきてそのまま高校来たの？はい。すごいかっこいい。アンダーライブの配信視聴チケット販売中。次回自慢の旅はついに海外へ。そしてお土産バトルはさらにエスカレート。攻めてるわけじゃないよ。こんにちは、中村れのです。私は夏休みに、海に遊びに行ったんですけれども、クラゲにめっちゃ刺されました。皆さんは気をつけてください。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。